今回はフィールドを使用したデータ抽出について説明します。フィールドは Google コラボでフォームを作成するための機能です。また、これを使用するとデータの入力が簡単になります。こちらがフィールドを配置したフォームの例です。こちらがテキストを入力できるフィールドです。こちらはスライダーです。このボタンを移動すると、数値が変わってきます。こちらは、日付を指定するためのフィールドです。日付選択には、レンダーを使用することができます。こちらはドロップダウンリストです。このようにドロップダウンリストより、選択値を選ぶことができます。このようなものがフォームと呼ばれるものです。それでは、具体的にコードを見ていきましょう。フォームを作るには、変数イコール設定値の後に、ハッシュタグ@PARMと書いて、タイプやオプションを設定していきます。この例では、テキストボックスに山本と入力されていますがこれを削除して、田中と入れると変数に代入する値が田中と自動的に変わります。また取り込まれた値は、プログラム実行時に変数ネームに代入されます。こちらの値も52に変更してみましょう。すると、5行目は、age イコール52のように自動的に変化します。そして、7行目で入力した値を参照して結果を出力します。これを実行すると、このように入力された値を出力することができます。フィールドの種類は、様々な種類があります。例えば、文字列ではストリングを使用し、整数では、インテジーや、数値を入力するフィールドでは、ナンバーを使用します。また、真偽値をブーリアンで、日付入力ではデートなどの形もあります。また、スライダーやドロップダウンリストなども使用することができます。また、様々なオプションが用意されています。タイプは、フィールドの種類を指定します。ラベルは、フィールドのラベルを指定します。デフォルトは、フィールドのデフォルト値を指定します。ミニマックスは、フィールドの最小値、最大値を指定し、ステップは、フィールドの刻み値を指定します。こちらはストリングを使用した。フィールド例です。#@paramの後に、タイプとしてストリングを指定しています。これで文字列を入力することができます。文字列を入力してみましょう。例えば、ここでテキストと入力してみます。すると、変数ネームに代入するデータがテキストに変換しました。そして、このプログラムを実行するとこのようにフィールドで入力されたデータが反映されます。新しいフィールドを作る方法について紹介します。最初に、代入したい変数を入力しイコールの後に規定値を入力します。そして#@paramと書きます。すると、このようにフォーム上に新しいフィールドが作成されます。ここで、鉛筆マークをクリックします。すると、フィールドから編集という画面が表示されます。ここでフォームフィールドのタイプ、変数名、変数タイプなどを編集することができます。ここでは変数タイプにストリングを指定してみましょう。そして、保存します。すると、このようにコードが自動生成されます。次は、整数を入力するためのフィールド、インテジャについて見ていきましょう。まず変数ageの後、2イコール。次に規定値を入力した後#@param次にはじめ中括弧はじめ中括弧タイプ、インテジャ終わり中括弧のように書きます。すると、フォームで入力された整数値が変数ageに代入されます。また、小数点を持つ数値を入力した場合はエラーとなります。実行するとこのように入力された値が変数ageに反映されます。次はナンバーフィールドです。これは数値を入力するためのフィールドで、整数だけでなく小数も入力可能となります。
例えばここで 3.14 と入力してみます。このフィールドでは、整数だけでなく、このような小数点を持つ数値も入力することができます。次はブーリアンフィールドです。これは真偽値 true または false の入力をするためのフィールドです。フォームでは、チェックボックスが表示されます。初期値を true として、タイプをブーリアンとします。チェックを外すと、このように false となります。次はデートフィールドです。これは日付を入力するためのフィールドです。日付を選択するには、ピッカーで選択することができます。ピッカーではカレンダーを表示します。初期値は、このように年月日の順に文字列として入力します。そしてタイプとしてデートを使います。すると、このような形でフォームに表示されます。そして、フォームのラベルには変数名バースデーが表示されます。そして、このマークをクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択することができます。日付が変更されると、バースデーに入力する値も変更されます。次はスライダーフィールドです。タイプにスライダーを設定し、移動範囲は最小値ミニ、最大値マックスの値、そして、ステップ値を設定します。ステップ値は、最小増減値を表します。スライダーボタンをドラッグして動かすと、右の数値が変化し、変数の代入値も変化します。次はドロップダウンフィールドです。これは、ドロップダウンリストから値を選択するためのフィールドとなります。コードは#param の後にリストで、ドロップダウンリストの項目を設定します。それでは、これらのフィールドを実際のプログラムに応用してみましょう。このプログラムは、データフレームを設定し、名前列を選択するプログラムです。ここでデータフレームを設定しています。そして、データフレーム df の名前を選択し、表示するものです。これを実行すると上に、設定したデータフレーム df の内容を表示し、下に選択された名前列のデータを表示しています。このプログラムの列選択をドロップダウンリストで選択できるようにしたのが、こちらのプログラムです。パラムの後にリストで名前と年齢を設定しています。すると、このようにドロップダウンリストでホームに表示することができます。そしてドロップダウンリストよりの入力を変数カラムデータに代入し、8行目では、データフレーム df のカラム列を表示するようにしています。ドロップダウンリストより名前を選んでみましょう。そして実行すると、このように、名前のリストが抽出されます。今度は、年齢を選んでみましょう。そして実行すると年齢のリストになります。次は論理演算子を用いてデータを抽出する例です。ここでは、年齢が30歳以上のデータを抽出する例を示しています。この例では、名前列と年齢列をこのように設定しています。そしてこのようにデータフレーム df の年齢列を指定し、論理演算子大なり=30として、年齢が30以上の行を抽出しています。このプログラムをフィールドを使って書き換えてみましょう。この場合、フィールドにタイプインテジャーを使って整数値を変数英字に取得します。そして、この変数英字を8行の論理式の右辺に入れます。するとこのフォームで入力された値が論理式に反映されます。それでは、このフィールドを30以上と入力し、実行してみましょう。すると、このように30以上の行が表示されました。それでは、複合条件について見ていきましょう。こちらの例では、年齢が30以上で、性別が女のデータを抽出する例です。アンパサンドマークは、AND条件です。
実行すると、この2つの条件に合致したデータが表示されます。こちらの抽出条件の30と、性別の女の部分をフィールドより取り込むようにプログラムをしてみましょう。9行目の age イコールの後は、タイプをインテジャーを用い書き換えています。また、10行目は、性別、イコールとしてドロップダウンリストで男と女を選択できるようにしています。そして11行目では、論理式の右辺に変数 age と変数、性別を使用し、書き換えています。それでは、age を30、性別を男として実行してみましょう。この場合、抽出されたデータはありませんでした。それでは、性別を女に変えてみます。すると、このように複合条件でデータを収集することができました。